正直ナイス HCK もこの反応は予想してなかったと思うんですよ。イヤホンレビュー。みんなはナイス HCK を太い買ったかな？割と高価なモデルなので、触ったこともない人も多いとは思うんだが、その音に関する噂については耳に漏れ聞こえてくるとは思う。ナイス HCK オフトイは、2021年の夏にナイス HCK が自信を持って投入したフラグシップイヤホン、ピュアベリリウム振動板らしい、歪みのない高音域と、他社ライバルとは異なり、あんまりベリリウム味のない太い中音域から低音域を持つ一台だ。先行するライバルがどれもこれも、高音域の美しさを前面に押し出したチューニングだったこともあり、特に第一印象において、思ってたんと違う。というところから、必要以上にネタにされちゃったイヤホンでもあると思う。非常に足の速い中華高級機において、名前が覚えられているだけでもいいことだとは思うんだが、箱出しからオフトイがしっくりきた自分にはいまいち納得しかねる。前印象では、感触系、ソリッドなサウンドが魅力のイヤホンとして購入されることが多かった、発売前のオフトイだが、その本質は、レトロな音源の温かみを保ちつつ、ベリリウム系振動板らしい引き締まったスネアやシンバルが伴う、レトロさと現代的なサウンドの調和にあると思う。ボーカルが温かみのある曲なんかも得意だし、意外にも EDM なんかも、フェス収録のような、案外状態の悪い録音こそ生々しく聞こえてくる一台なんだよな。が、そんな特性を鑑みても、近年の中華イヤホンに比べて、暖色傾向にかなり偏っているのも事実。また、この暖色傾向にかなり偏っている、トイボフトイの個性から、箱出し時はさらに暖色に寄ってしまっていて、高音域とのバランスを引き出すためにはエイジングが必須。つまり、こいつはすごくいいイヤホンだ。同時にすごいめんどくさいイヤホンだ。というわけで、オフトイはいろいろあって物言いがつき、HCK はこれらを改善。というか改造するためのキットを送り出した。と言っても、元々は汎用で、この後分けてレビューするつもりなんだが、汎用の 6mm ノズルに使える、交換用フィルターと、それから、オフトイ付属のケーブルが、温かみのある低音を出すのに向いているケーブルだったので、高音域の引き立ちやすい、H41、および H42 というケーブルをつけてきた、というわけだな。で、そのアクションは少し前のこと。現在購入したオフトイには、このサービスは行われないが、HCK がすごくオフトイ関連のフォローを頑張ってるところもあって、実際に使ってみよう、と思ったわけだ。まずはケーブルを H41 に交換してみる。あれ、これだけで大体の不満点解消しない？と言っても、僕は初期状態のオフトイも好きなんだが、オフトイのピュアベリリウムっぽくなさ、で、大体は中音域のウォームさ、厚みのある感じに起因するんだ。ここの見通しが一気に良くなり、音の分離が良くなる。エイジングも進んでいるので、それも考慮しないといけないが、H42 と組み合わせた状態なら、スネア、トランペット、ボーカルに至るまで、全部くっきりと見通しの良い音になった。ケーブルの影響を受けやすいのもオフトイの特徴なのかも。特に、ベリリウムドライバーらしい高音域と低音域、とイメージしやすいものが出てくるようになった。ただし、この状態でも、より派手なチューニングのものにはちょっと譲るけどな。高音域はクリアでありながら全く刺さらない。より攻めたモデルだとここが耳障りに感じる人もいるとは思うが、このあたりがマイルドな調整なのはオフトイ自体の特性なんだろう。ただ、初期状態の温かみと包まれ感のある中低音域は損なわれてしまった。逆に言うとそれだけ特化した音になってたということだな。ミックスケーブルである H42 で接続しても、この傾向は変わらず。ただ、変化を思いっきり味わいたいなら、銀メッキケーブルの H41 の方がいいだろう。それから、あともう一個、オフトイはカラセキットには面白いものがついていた。というか、これ、おそらく本来は補修部品なんだが、フィルター部分を引っ剥がして違うものに変えてしまえ、というキットだ。オフトイのダスト兼サウンドフィルターは、乗り付け接着で、本来、これが剥げちゃった時のための対応策なんだな。セット内容はピンセットと、それからフィルター。ただ、こっちは一回変えちゃうと、フィルターを破壊しないで戻すのが難しいので、できればさらに使い込んで忘れた頃に使うのを勧める。オフトイ専用というわけではなく、汎用のノズルサイズに対応するフィルターなので、ぶっちゃけここで使わずとも使う日が来るはずだ。というわけで、僕はそもそも、初期状態のオフトイも十分いける派なんだが、オフトイが気になってて、でも事前の評価が不安でちょっとつかみづらい、という人は、銀メッキ線一緒に掴んでおけば解決、ということになった。
初期ケーブルが暖色傾向、スノー太いも暖色傾向、ということで、かなり刺さる性癖の人が限定されたのが今回の悲劇の源らしい。エイジングはちゃんとやれよ。なんというか、もっと頑固に個性をばらまいてくるかと思ったが、ケーブルだけでこんなに印象が変わるとは。今回やり玉に上がったお太いのみでなく、案外あなたが無理、と思ったイヤホンも、微ケーブルで印象が変わるかもしれないな。希望する低音域が全く出てない場合は除くが、そもそも音が出てないパターンを除いて、人類はケーブルでイヤホンと和解できるんだなって、そんな感じで今回はここまで、今回取り上げた各部品については、新商品の合間を縫って個別にレビューするつもりだぞ。